はい、それではお時間になりましたので、オンラインアジア寺子屋第1回、コロナの時代でも国境を越えて人はつながる新しい形の国際文化接触の可能性を始めさせていただきます。本日モデレーターを務めさせていただく国際交流基金アジアセンターの鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は私と同じ会場、四谷の国際交流基金の新しいオフィスに吉本光弘さん、それから湯浅まなみさんにお越しいただきまして、ソーシャルディスタンスを保ってお話をしてまいります。そしてオンライン参加で静岡から宮城聡さんですね。はい。さらにシンガポールのゴーチンリンさんにつきましては、あらかじめ Zoom でインタビュー収録をさせていただきました。各登壇者の方々の詳しいご紹介につきましては、時間の関係で割愛させていただきますので、ウェブサイトをご覧ください。本日は1時間という限られた時間ですので、手際よく進行させていただきますが、ライブで実施するということですので、ぜひ視聴者の皆様からも、ご意見とご感想をですね、いただきたいと思います。アジアセンターの公式ツイッターを使っていただいて、質問もお寄せいただきたいのですが、その際は今下に表示されていると思うんですけども、ハッシュタグアジアセンター寺子屋をぜひお使いください。お時間の関係で取り上げることができない場合もございます。あらかじめご了解ください。では、本題です。まずは今回のセミナーの趣旨ですが、このコロナの時代になって人の交流が制限されて、特に国際文化交流という点では、国境が閉鎖されて、私たちの生命線であるリアルな人の接触が禁じ手となって、かつて経験したことのない状況になっています。そこでは世界的に見ても生命の安全を守るために国家というものに閉じこもり、人はより内向きにならざるを得ない状況です。しかしそもそも私たちはつながりを求める存在だと思いますし、人類は異文化など自分とは異なるものと常に接触することで、ある意味進歩してきたとも言えます。そこに文化交流の本質的な意味があるのではないかと思うのですが、さてこのコロナの影響で孤立分断の時代を迎え、一方でインターネットなどのオンラインの環境がすでにいびきたつにどこでも存在する時代、ユニバーサルブロードバンドインフラと表現される方もいますが、そんな環境の中、今世界でどのような動きがあるのか、そしてこれからの文化交流や文化芸術の創造にとってどんな世界が待っているのか、そうしたことを考えるヒントをいろいろと今日は提示できればいいなと考えております。では、議論に入ってまいりますが、本日は2つのパートに分かれております。まず前半ではこのコロナ禍の中で世界や日本の文化芸術界はどのように反応したのかといったテーマでお話をしていただき、後半はそれを受けて新しい環境の下でクリエーションやコミュニケーションの世界でどんなことが起こりつつあるのか、そしてどんな可能性があるのかといったことをお話ししていきたいと思っております。ではトップバッターということで吉本さん、吉本さんは世界的な都市の文化政策を考えるネットワークであるワールドシティカルチャーズフォーラムのメンバーでおられて、最近はオンラインミーティングが展開されていると伺っていますので、まずはそのあたりからお話を伺えればと思います。はい、日清基礎研究所の吉本です。では私の方からはですね、コロナの世界的な感染が拡大する中で行われました国際交流事業の一つと言えると思うんですけども、ワールドシティカルチャーフォーラムの話をさせていただきたいと思います。このフォーラムはですね、2012年のロンドン五輪の時にロンドン市の文化プログラムの一つとして始まりました。当時の市長ボリス・ジョンソンの主導によって始まったものです。2012年は12の都市の参加だったんですけども、その後増えまして今では40以上の都市が参加をしております。テーマはですね、都市における文化政策の重要性、都市における文化の可能性を、世界で共通の認識で議論していこうというものなんですけども、2012年以降会員都市が持ち回りで会議を開催をしてきました。会議のテーマはですね、例えば気候変動であるとかゼントリフィケーションであるとか、単に文化政策をどう推進するかというだけではなくてですね、時代の大きな課題に対して文化でどういうふうに取り組んでいくのか、そういったことが大きなビジョンとなっております。そして実は今年の10月にですね、イタリアのミラノで開催をされることになっておりました。イタリアの北部はですね、ヨーロッパでこのコロナが最も早く感染拡大が広がったところなんですけども、
延期化中止になるだろうなと思ってた頃にですね、理事長のジャスティン・サイモンズさん、ロンドン市の副市長さんなんですけども、会員都市に向けてメールの連絡がありました。こういう時代だからこそソリダリティ、連帯が必要だということで Zoom の会議をしましょうということになりました。で以降ですね、2週間に1回ぐらいのペースで、Zoom 会議が行われておりまして、世界の都市ですからどうしても時差があるので、イギリスの午前中に開催した後、次はイギリスの午後3時ぐらいかなというので、時差も考慮しながら参加を会議が続けられております。1回目はミラーソン氏さんのプレゼンテーションで、当時の状況について、語っていただき、その後がですね、アジアの状況を知りたいということで、アジアから東京、それから成都、香港、あともう一つどこだったかな、4都市が参加してですね、ソウルですね、参加してその時の状況をシェアをするということで行われました。スライドに出ているようなですね、次のスライドちょっと出していただいていいですか。そのスライドに出ているような4つのテーマでっていうことだったんですけども、まだ当時は全くそのコロナの先の様子が見えなくてですね、有効な政策はなかなかわからないとか、いつ美術館が再開するかわからないとか、そんな風な状況だったんですけども、その中で特にソウル市はですね、コロナに対応する政策をいち早く打ち出しておりまして、50ウォン、4.5 億ですねの緊急対策を打ち出しているとか、韓国政府もそういうものを打ち出しているというようなことが情報で知りまして、会議が終わった後、ソウル文化財団の方に連絡をしてですね、至急そういう情報を取り寄せたというようなこともありました。でその後はですね、ニューヨークのプレゼンテーションがあるということで、当時ニューヨークは感染状況がひどいということだったので、どういう状況か知りたかったんですけども、ニューヨークのメンバー普通に参加して現地の情報をいろいろ伝えてくださいました。その後そこにあるような感じで会議が行われています。でなかなかこの会議で議論されていることはですね、残念ながら会員限りということになってますので、内容をここでご紹介することは難しいんですけども、会議が行われた後、毎回ブリーフィングが届きまして、それで会を重ねるためにですね、たびにそのブリーフィングの内容がうまく整理されていくっていうんですかね。大体世界の都市が話していることはこの10項目ぐらいだというようなことが整理をされていて、なんかそれがどんどん共有をされていく、オンラインの会議があり、その後ブリーフィングが来て共有されていくっていうようになっています。そして最近ではですね、各都市あるいは国レベルのものを含めてコロナに対してどういう政策を展開しているのかということが、ある種のデータベースとなって整理をされております。国なのか都市なのか、あるいは小さな市町村なのか民間なのかという主体別であったり、それから政策の種類であったり、それから対象が芸術一般であるのか、あるいはアーティストやフリーランスなど個人のアーティストなのか等々ですね、とっても参考になる情報提供がされていて、各都市がそれを参考にしながらコロナにどう向き合っていくかという政策を検討できる、そんなふうな段階になってきています。はい、ありがとうございました。なかなかダイナミックに動いている、ある意味言えると思うんですが、その新しい国際間のコミュニケーションといったテーマについてはまた後半で違った視点からお話しいただけるというふうに伺っております。では次に岩佐さんですけども、英国、それから当然なんですがちょっと国という枠組みを離れてですね、ブリティッシュカウンセルという世界的にネットワークを持つ公的な国際文化交流機関での動き、特にリージョナルな視点も含めてお話を伺えると伺っています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ブリティッシュカウンシルの岩佐です。よろしくお願いします。今鈴木さんからもお話があったように、今回のコロナの影響でブリティッシュカウンシルの活動全世界的に非常に大きな影響を受けています。今日はその中で、今非常にいろんな模索をしておりまして、そちらをご紹介したいと思います。ブリティッシュカウンシルですが、英国の公的な国際文化交流機関です。世界100カ国以上に拠点を置いて、英国および世界各国の政府、アーティスト、芸術機関、教育関係者、その他多くのパートナーの方々と連携して、
文化芸術、教育、英語を通して英国とその他の国の人々との間のつながりや理解、そして信頼を築いているというのが私たちになります。こうしたカルチュラルリレーションシップ、文化を通した関係を作っていくという活動を通して若い人たちがこれから自分たちの可能性を実現するためのに必要なスキル、自信、ネットワークなどを身につけて力強く包摂性の高いコミュニティに参加できるよう支援をするほか、英語を学び質の高い教育を受け国際的に認められた資格の取得を支援をしたり、そしてクリエイティブな活動をする人々の表現の活動やアーティストや文化関係者の国際交流を促進しています。昨年度においては全世界で8000万人の人々とフェイス2フェイスで事業を通じて関わっていたというのがブリティッシュカウンシルなんですけれども、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によって人と人の接触が激しく制限されて、そして国を越えた行き来ができなくなってしまったために、こうしたこの英国とその他の国の人をつないでいくという関係づくりが非常に突然できなくなったという今状況になります。この数ヶ月その中でさまざまな対応に追われているんですけれども、ウイルスの影響で人の暮らし方とかコミュニケーションの在り方、価値観、社会システムが今大きく変わってきていまして、経済的にもあらゆる人たちが厳しい状況に直面していますけれども、仮にワクチンが早く開発されてウイルスの脅威がなくなったとしても今までの世界に戻るわけではないんだと思うんですね。そうした中でその国際文化交流機関であるブリティッシュカウンシルとして私たちの活動の意義とか、どういうふうに活動を今後していくべきかということについて英国本部はじめアジア各国の同僚ともここ3ヶ月以上ですねずっと意見交換をしています。で英国をはじめ世界の国がロックダウン、外出の自粛などに入って文化施設が閉じ、そして多くのイベントはキャンセルをされましたけれども、すぐに私たちも活動をオンラインに切り替えました。カルチャーコネクツアスというオンラインのキャンペーンを全世界で展開しまして、世界の人々が自宅で利用できるオンラインの教材を紹介したり、自宅待機によってアートに触れる機会がなくなった人々のために英国の文化芸術機関がオンラインで提供している美術館のオンラインツアーやコンサートや舞台公演のオンラインの配信などの情報を提供しています。続いてこちら今ご紹介しているのが私たちのインドのオフィスの取り組みです。インドと英国の間で芸術祭フェスティバルの運営についての知見を共有しネットワークを構築するという3年間のプロジェクトフェスティバルコネクトというのをずっと展開しています。今年は本当であればインド4都市でフォーラムをするという予定だったんですが、インド全土がロックダウンに入ってしまってそのため急遽オンラインのウェビナーに切り替えました。その結果16カ国から3000人を超える参加がありまして、オンライン上でとてもアクティブなディスカッションが展開されたそうです。次にこちらご紹介していますのが2週間前にブリティッシュカウンシルの東南アジアの国々が連携して行ったプロジェクトになります。ここ数年全世界的にクリエイティブな人々が集まるクリエイティブハブスペースのその運営者プロデューサーのグローバルネットワークプロジェクトをしているんですけれども、そのクリエイティブハブプロジェクトの一環で東南アジアの国と英国の人たちの交流事業を行う予定だったんですが、コロナの影響で実施できなくなったためにブリティッシュカウンシルのフィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、そして英国本部が連携してオンラインのセミナーシリーズを実施しています。2番目のセッション、先ほどのご紹介したものではフィリピン、インドネシア、スコットランドからスピーカーを招きZoomでオンラインディスカッションをしました。その結果21カ国からの参加があり、いずれのインドの事例も含めてリアルでやるよりも非常に多くの世界的な人々が参加するということが実現できています。これまでオンライン対面で行っていたものをオンラインに切り替えることにより場所や時間に縛られることなく国を越えたディスカッションを行いネットワークを構築できる可能性があるのではないかと今思っているところです。で今私たちまたは国際交流金さんのような国際文化交流機関の役割というのは国を越えて人の関係を作り相互理解や信頼を構築するという役割があります。世界のアーティストや芸術関係者その他さまざまな人たちがコロナによって共通の課題に直面する中でこういった時だからこそ私たちが果たせる役割があるのではないかと思っています。日本でもこうしたオンラインのディスカッションだけではなくて今後オンラインを使って英国のアート関係者や日本関係者がコラボレーションをしたり意見交換を使ったり意見交換をしたりできるような機会を持てないかということで検討を進めています。
上です。はい、ありがとうございました。私どもも当然国際的なネットワークというか海外に事務所がありますんで、非常に参考になりましたし、できればブリガーさんとバイじゃなくてもいいです。例えばゲーテさんも含めて、そういう世界的なネットワークを使って何かご一緒にね、やっていければいいなというふうに個人的には思っておりますが。あと英国自身の問題、英国政府は近頃2100億円ですか、緊急支援を発表されています。これに関してはブリティッシュカウンセルさんのウェブサイト等でも紹介されてますので、ぜひご覧いただければと思います。非常に充実した施設ですね。では続きまして宮城さん、お待たせいたしました。はい、宮城さんは演出家というアーティストとしての役割とスパック、静岡県舞台芸術センターという日本を代表する自治体による公立劇場の芸術監督というマネジメントサイド2つの役割をお持ちですので、今日は両方の側面からお話を伺えればというふうに思っております。でまずはこのコロナに対してスパックがどのような応戦をされたのかといったあたりからお話を伺わせてください。一番最初に僕一言申し上げておきたいのは、今まさにねこういうイベントを行っていただくことの重要さってことなんですね。僕コロナ禍のですね、いわゆる自主隔離状態の時に自分自身がですね、知らず知らずのうちに考え方がドメスティックになっていく、つまり国境が高くなっていくっていうのはいろんなところで目に見えてましたけれども、実は個人と個人の間、日本人と日本人の間でもですね、壁が高くなってたんですね。でインターネットでつながるんだから、むしろ物理的な障害がなくなって広い人とつながれそうなものなのに、家にいてネットをしていてもですね、もともとものすごい親しかった人としか喋らない、Zoom の飲み会なんて一番その典型ですね。つまり価値観をことにする人とどんどん出会わなくなっていくんですよね。でこういう状況って本当に1930年代から40年代にかけても起こったことで、なるべくその同じ価値観の人間だけで顔を合わせていこうっていうね。でこれは経済の方でも今そんなことが起こっちゃってるので、つまり内政化、自分の国の中で全部製品供給しようよみたいな、こういう時に、うっかりするとですね、その他国の文化を理解することが戦争を阻むんだっていう1945年のそのユネスコ憲章のなんて言うんでしょう、原理、これを忘れてしまって、異なる文化、異なる価値観へ関心っていうのが後ろに引っ込んじゃうんじゃないか。僕そういう危惧をしていたので、このイベントとても我が意を得たりとか思ったんですけど、というわけで前置き長くなりましたが、コロナにですねスパックがどう対応したか。まずその世界演劇祭っていう各国から、僕らにしてみると世界の今を代表する劇団を呼んで、日本の観客に見てもらおうと、そして自分たちの芝居もそこに2本入れてっていう、この世界演劇祭を中止せざるを得なくなりました。中止せざるを得なくなった時に、これよく海外の劇場なんかはですね、過去の自分たちの劇場のアーカイブを配信したりしていたんですね。劇場が閉じてしまった時にとりあえず過去に撮った映像のアーカイブを配信する。だけど僕それだけはやりたくなかったんです。っていうのはですね、それをやってしまうと結局劇場って不要不急だったね、2、3ヶ月劇場が閉まってても誰も困んないよね、やっぱそうだったよねっていう、世間の人の、少なくとも日本の人のですね先入観を、裏打ちしてしまうと、追認してしまうと思ったから、いやそうじゃないんだと、どうしてもこれは演劇必要な人がいるんだ、不要不急じゃなくて必要不可欠なんだ。世の中の多くの人はそのこと知らないかもしれないけれども、演劇がないと生きていけない人っていうのが一定数いるんだよ、そのことをまずアピールしなくちゃいけないと思ったんですね。演劇は必要不可欠な存在なんだ、人にとってそれがないと心が枯れてしまうような、そういうものなんだから、これを今絶やすわけにいかないんだ。だけど、リアルな形での演劇ができない、リアルな形での演劇をカニだとすれば、カニができなくなっちゃった、カニが取れなくなっちゃった。そしたらもうカニカマでひとまず3ヶ月ぐらい上をしのごう。カニがないと生きていけない人がカニカマでなんとかその間生き延びるっていう、そんなことを考えました。でオンライン上でのなんて言うんでしょう、生でオンラインでやる演劇とかですね、
それからトークとか、それから作品をどうやって作ってきたかっていうその舞台裏を話したり、そういうことをやりました。で、世界演劇祭が終わった時にですね、次に僕らがスパックが考えたのは、今劇場というもの自体が地域社会にとって必要不可欠な組織なんだということを分かってもらわなくちゃいけない。劇場は 2,3 ヶ月、みんなから忘れられてても、そのうちみんなが余裕ができた時におもむろに再開すればいいじゃないかって、世の中の多くの人はそう思うかもしれないけど、いやそうじゃないんだ。劇場っていうのはこういう時こそ、例えば消防の方とかと同じように自分たちから出かけていって、どうしても必要な方にそれを届ける、そういう仕事をするところなんだ。今お客様が劇場に来ることはできないんだから、劇場の人間が外へ出てお客様の場所へ行くんだと。でそう考えて、4つぐらいの授業をしております。一つは今ちょっと写真で出てますけれども、これは、老人ホームにですね、スパックの俳優が出かけて、でその中庭の方で朗読とか一人芝居をやって、でこれ音はどうしてるかっていうとですね、 FM のトランスミッター、超小型の送信機を、俳優が持って行って、大体あれ50メートルぐらい届くんですね。電波法に違反しない範囲だと50メートルぐらいの FM 放送ができるんですけれども、今手前のお客様は窓越しに見てますけれども、別の階で、部屋から出られないような、方々もラジオでその朗読や一人芝居を聞いていました。こういう活動、僕ウーバーアーツなんて言ってるんですけどね、ウーバーアーツで、他にですね、高校生にですね、中高生になんかできないかっていうんで、この朗読動画というのを、教科書の文章を朗読した動画っていうのをですね、100個ぐらい今 YouTube に上げています。これもスパックに俳優がいるから、つまり劇団を持っている劇場だからできることですね。俳優がのべついるのでこれができる。それから操作技術部っていう、つまり我々にとってはいわゆるテクニカルスタッフですね。音響とか照明とか衣装とかね。でその美術班と衣装班が、手を組んで、そのアートのキットを作ってですね、ご家庭や学校や、あるいは、放課後学童クラブのようなところに、あるいは施設にそのキットを届けるんです。でそのキットが届いたら、素材は自分の周りにある廃材みたいなものなので、そのキット通りにその廃材を組み合わせていくとアートが作れますよ。身の回りで、特に今学校なんかだと美術の時間とかがどんどんなくなっちゃってるんですね。ですのでそういうのを補うためにも身の回りにちょっとしたアートを作ってみよう。で、4つ目は電話で名作劇場っていう、これは後ほどまたお話しするかもしれませんけれども、なんと電話で1対1でお客様と俳優がつながって、そこで小説の朗読などをする。これはやってみて分かったんですけど、一期一会で本当にその日にしかできない朗読ができるんですね。これは一見カニかまぼこのように見えて、実はカニだったなって僕は思っています。僕の方からひとまず以上です。はい、ありがとうございました。もうどうですか、もう溢れんばかりのいろんなアイディアがあってとっても面白いです。最後のお話に関しては後半でまた伺うということで、では、ラストバッターとなりましたけれども、冒頭お伝えしました通り、ゴーチンリーさんにはあらかじめインタビューを収録させていただいております。チンリーさんは実は私どもアジアセンターのですね、ご意見番である諮問委員を務めていただいておりますので、東南アジアサイドはある意味代表して今回はご参加いただいております。ではチンリーさんのインタビューをお聞きください。Thank you for having me. In Singapore, the situation is that we have over 40,000 cases of infection, the majority of which are migrant workers who live in dormitories. So in the mainstream Singapore, in the community, the number of infections have been quite low, about 10 or below. So I think the situation has improved for us. And we are now at stage 2 of a 3-phase opening and transition to the new normality in Singapore. So under this phase, we are at now schools, sports centers, restaurants, reopening, of course with social distancing.
But unfortunately, cultural facilities like museums, art centers, concert halls are still not allowed to open yet. That will be coming in the phase 3 of the reopening, but it's a phase that we are not very certain of the time when it will come. Yes. I think we've been quite fortunate in the sense that the government has put together some very strong support packages, for its citizens, to support the companies, businesses, workers, households, and including, artists and workers. So we've, in the arts, especially, the National Arts Council has unveiled support packages to support the salaries of workers, cultural workers and people who work in arts organizations. There's been special funding made available for training and retraining, artists and producers who want to take up courses online. They have the support of Arts Council to do so. And also there has been special grants, they are called digitalization grants, made available to artists to share their content online or to create new content online. So going digital has been a very big move within the arts community, and very well supported by the National Arts Council. With the encouragement to go digital, the Arts Council themselves have started this portal called Singapore Art Anywhere. So they have worked in association with the major art centers and museums to create new content online for the public. And this is also partly to I think help, this has been partly to help independent artists and producers, to give them an opportunity to make work and to be involved. And then a lot of arts organizations have put on their archives online, so you can see productions made 10, 15 years ago, some of them very seminal productions, including productions by Ivan Heng, Emily of Emerald Hill, which is a very seminal work by Ivan Heng. And so it's interesting that he put it online so that a lot of people who never saw it many years ago can now still see the production. So I think that's been quite helpful. And there have been also festivals online, new festivals created or existing festivals that have just gone digital, and also there have been efforts by, leaders in the arts community like King Sen. He has introduced also lectures, kind of curatorial classes, open to anybody, not just Singaporeans, but open to people in ASEAN and across, Europe, to listen to him, think about, to study and on ideas relating to curating for the future, thinking about ethics, and how to involve community in arts making. So there's been quite a lot of digitalization of the arts world in Singapore at the moment. I'm hoping to revisit a project that I was involved in co-producing back in 2006 when I was the director of the Singapore Arts Festival. So it was a project that was led by a British company called Station House Opera. And it was a project that involved 3 theatre casts, one in UK, one in Singapore, and one in Brazil. And there are 2 levels to this work. There is the real world, the real physical acting in each city, and then there is a virtual stage in which 3 parts of the acting were live streamed and joined together on a screen that the audience can see. So that was it happened back in 2006. So in a way, I think it offers a lot of insights into how we can adapt that and further extend that in the time of COVID. So I have just been talking to a theatre director who was involved in that production, and we just started talking about how we can revisit this work and maybe make a new version in collaboration with other international artists. My work has a lot to do with, being involved with international festivals, co-productions and collaborations. So this is still a path I would like to very much pursue, either in the digital sphere or
in a semi-digital and virtual sphere. I would be very curious as to how artists, learn to adapt to this new environment of intermittent lockdowns and travel restrictions. So I'm curious whether artists will be able to create a new kind of work in which there is both the virtual and the real as extensions of each other, not as a repeat or a mirror of the other, but an extension of each other. So that when there is a lockdown, we just switch mode and move from the physical to the virtual. And if the restrictions are lifted, we can then try to go back to the normal. Perhaps it's a scenario in which the audience don't get to see the whole work in a normal 2-hour, 3-hour duration, but maybe it's a work that they need to follow over a course of 3 months or 6 months, depending on the situation. I think absolutely international cultural exchange is still very, very important, and that we can't do without. I understand that governments, as an immediate response to COVID, support their own national artists, but I think we should try to open up the space for joint digital commissions or collaborations across the globe. So I hope that still, and I think that must take place, because artists by nature, they want to roam, they want to explore the world. So I think we need to look at how additional support systems can be created during a time of COVID to support international collaboration, whether virtually or in the real space. I think because Singapore always prides itself as the hub, as a cultural hub, and we have several million visitors a year in Singapore in a normal circumstance. So I think we will still want to play that role. At least I personally would still want to play that role of bringing artists together. And now we can bring artists together in different kind of spaces. So then the National Arts Council in a recent engagement session has also said that they want to continue thinking about the international, and they have started having conversations with some of the regional neighbors on how to do that. There have been maybe some discussions about opening up safe corridors, travel corridors. So maybe we can leverage on that, to create cultural corridors where artists can still come in and out, and in a more free way to work with each other. はい、いかがでしたでしょうか。シンガポールは文化立国ということだけあって、本当にさまざまな、サポートが非常に充実していたのが、印象的です。なおこのインタビューは、少し前に収録しましたので、コロナの状況は刻一刻と動いています。現在では美術館などは、厳しい制約の中でも一部再開しているようです。最新のシンガポールの状況を確認されたい場合、日本語がお分かりになる方でしたら、在シンガポール日本大使館のホームページなどをご覧いただければと思います。で、陳理さんのお話に戻りますが、さまざまなキーワードが散りばめられていましたが、特に面白いなと思ったのはセミデジタルバーチャルスフィアという言葉です。そうした新しい環境下での彼女のプロジェクトをもう一つ紹介させていただきます。タイトルがベートーベン360度というプロジェクトで、バーチャルオーケストラによる大工の演奏です。アジア、ヨーロッパ、アメリカからえりすぐった演奏家が参加します。ロンドンフィルとかベルリンフィルはじめ、日本フィル、神奈川フィル、九州フィルなど日本のオーケストラも参加するようです。そして合唱団もなんと世界中から1000人が参加して、さらに最近よく使われるようになりましたが、360度展開の映像で見れるという壮大なプロジェクトです。どんな世界を見せてくれるのかとても楽しみですね。近日中にオンエアされるそうですが、詳しくは YouTube の概要欄にありますが、ウェブサイトベートーベン .com、ただしですね、この等の O がダブル O になりますのでご注意ください。なお、チンリーさんのプロジェクト全体につきましても、この概要欄にカルチャーリンクのウェブサイトがありますので、そこでアクセスしてください。さて、ここからはですね、後半で、チンリーさんのお話の中で大変興味深いテーマが提示されましたので、
それをブリッジにして後半はクリエーションとかコミュニケーションといったテーマで話を進めてまいりたいと思います。でこのセミデジタルもしくは半デジタルバーチャル環境というのは、このセミとか半とかいうのがミソだと思うんですけども、この半分デジタルっていう世界観を自分なりに解釈すれば、生活している中で半分の時間をリアルなことに費やして、半分の時間を例えば PC の中のデジタル環境と向かい合ってるという考えると割とシンプルなんですが、もっと別の意味で物理的に私たちが体験しているのはデジタル環境だけど、受用者、つまり私たち本人ですけども、その脳内で何かリアルと感じる、そういう時間が確かにあるんじゃないかと。で陳理さんのお話の中でですね、バーチャルとリアルの関係について反復ではなく鏡でもないと。でリアルとバーチャルがお互い延長線で接続しているという世界を思い描いていると語っておられました。つまりそれはリアルということはそもそも何なのかということにもつながるんだと思いますけども、そんな意味でもセミとか半とかいう世界を想定できるのかもしれません。ではそのあたりですね、演劇という元来リアルをもって成立しているクリエーションの世界、先ほど前半でもございましたけども、どのように考えることができるのかということで、後半はまず宮城さんからお話を伺いたいと思います。はい、普通演劇人はね、肉体があるのが演劇だと考えてきたわけだから、肉体がない、もう例えばそれが映像になってしまったら、それはもはや演劇ではないんだというふうに、考えがちなんですけれども、でも実はですね、肉体以外のものが、肉体を表現するってことはあり得るっていうのはですね、表現っていうのはどういう意味かというと、受け手にとってそれが肉体そのものに見えてくることがあり得るというのはですね、例えばその大昔から平安時代から日本ではその恋の、恋愛のねやり取りを手紙でしてますよね。これ同じ時期にヨーロッパだとまだ紙が一般的じゃないから、好きな人の家の窓の下に行って歌を歌ったりしたと思うんですね。でこれ窓の下に行って歌を歌うのはもろに肉体じゃないですか。でも手紙が来るっていうのは肉体じゃないですよね。ひとまずその手紙は肉体ではない。でも東洋のですね、その東アジアの書、手書きの書というものは、これはヨーロッパのカリグラフィーと違って単なるデザインでもないし、空間コンポジションだけでもないんですね。あるいは文字がどういう意味を持ってるかってことだけでもなくて、書いた人の肉体から出たエネルギーの流れがその紙の上に記録されてるんですね。封入されている。だから手紙を読む人はその手紙の文字のありようから相手の肉体から出ているエネルギーの流れを感じることができるんですね。つまり脳内で相手の肉体のエネルギーが再現されてるわけです。だから手紙のやり取りで恋愛が盛り上がる。つまり肉体があるんですよね。でこういうことが人間には起こり得るんだとすれば、今さっきのゴチンリーさんの話はとっても面白くて、つまり代用品ではないんだと。それは、肉体と何て言ったらいいんだろう、つながっているものとしてバーチャルがあるいはデジタルが、機能しうるんだ。これは非常に僕はそうなのかもしれないと思いました。そういうことが起こっていくのかもしれない。例えば映像の配信はもうそれ肉体じゃないんだから演劇じゃないんだと、もう言い切れないんだと。ただじゃあ書がですね、その手書きの文字がなぜ脳内で書き手の肉体そのものを再現できるかというと、それは受け手のセンサーの中に相手の肉体を再現する能力があるからなんです。単純に言えば訓練しているからなんですね。多分ヨーロッパの人が東洋の書を見てもいきなりその肉体を感じることはできないでしょう。エネルギーの流れを感じることができないでしょう。それは訓練していないからですよね。だから僕たちはまずその肉体以外のものから肉体をよみがえらせる、脳内でよみがえらせるための訓練が必要だ。でもその訓練の前提になるのは、やはりそもそも肉体が向き合ってエネルギーを全身で受け止めたという
体験、つまり恋人の男なり女なりが目の前にいて、その人の肉体的なエネルギーを自分の全身が受け止めたという経験、この経験があるから手紙の文字からそれが再現できるんですよね。だから肉体の経験と訓練、デジタルなものから、リアルなものを再現する訓練の両方をしなければ、ツインバーチャルというものは少なくともアートとして成立しないんじゃないかなんて僕は思います。それからもう一つ、これは補足なんですけれども、今はまだそのバーチャルな表現あるいはデジタルな表現にアクセスすることができない人たちもいるということ、この人たちは遅れているというよりも今孤立してます。日本社会の中でもすごい孤立感を味わっている人たちなんですね。こういう人たちのことも忘れないようにしなくちゃいけない。そもそも演劇というのは自分自身がアーティスト自身が孤立感を持っている人たちが始めた芸術だと僕は思っているので、孤立感を持っている人のところに私たちも同じですよ、我々も同じなんですよ、演劇でギリギリ世界とつながっているんですよ、このメッセージを届けるのが演劇なので、やはりバーチャルになかなかアクセスできない人たちのことも考えるべきだ、そんなことを僕は思いました。はい、ありがとうございました。つながりっていう話はまた最後にですね、コメントでもいただければと思うんですが、その宮城さんのお話を伺っててふと思い出したのはそもそもバーチャルの語源って実はラテン語でエネルギーとか力っていう意味らしいですね。でバーチャルを仮想と訳したことによってなんかまがいものみたいなイメージついちゃったんだけど、実はそのエネルギー力であると、つまり潜在能力であるということがバーチャルの本当の意味らしいですけども、今それを伺ってきて吉本さんとですね打ち合わせをさせていただいている最中時にオンラインで会議している時、ふとリアルに感じる時があるとおっしゃったのが非常に印象的なんですけども、フランスの情報工学者のフィリップ・ケオなどは、バーチャルの定義っていうのを、イクリチュール、すなわち世界を表彰する、新しい方法であると。つまりバーチャルは仮想ではないリアルにつながる新たな言葉であるというふうに語ってますけども、その意味で、セミとかハンとかいう世界では、現実空間も変容していく可能性があると思うんですけども、そのあたりいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。バーチャルとリアルの話はちょっとこの後お話したいんですけども、最初に1枚だけスライドをご覧いただきたいと思います。今宮城さんから創造の現場からの話があったんですけども、これは先ほどのフォーラムのブリーフィングの中で知った情報なんですが、ベルリンナーアンサンブルの劇場はですねもう席を間引いてしまっているっていう情報だったんですね。それで今ご覧いただいているのはそのホームページなんですけども、トップページにこれが出ていて、もう座席表もこういう状態に変えられていて、それからチケットの単価もそれに沿って展開されているんですね。ですからもう現場がこんな風に変わってきているっていうことがありましたので、ちょっとこれを紹介させてもらいました。ベルリンナーアンサンブルの話は最後にもうちょっと触れたいと思います。で次のスライドお願いします。この時代の国際交流を考えるときにですね、これは言わずもがなではあるかと思うんですけども、時代認識をちゃんと捉える必要があると思うんですね。国境を閉鎖しないとコロナウイルスの感染は止められない。しかしコロナウイルスの封じ込めには国際的な連帯が必要不可欠であると、そういう中で国際交流をどういうふうに考えていくのか。グローバリゼーションとか国際交流が進んだことで、コロナウイルスの世界的なパンデミックは加速された、これも多くの方が言ってますし、歴史学者のハラリなんかもそういったことを散々各地で指摘していると思います。で僕自身がそんな中でですねワールドシティカルチャーフォーラムで経験したことは、従来は年1回国際会議が開かれていたんですね。でも定期的にオンラインの会議をすることで、そのワールドシティカルチャーフォーラムのプラットフォームの機能っていうのは逆に強化された、より親密になったというふうなことを感じました。そこで行われていたことというのは情報共有と連帯であり、各都市の政策をシェアすることによって各都市でそれをどういうふうに展開するかを考え、でこれからはですね、世界が共同しながら文化をどういうふうに再開させていくか、アンロッキングしていくかということを議論していくようなことになってくると思います。でさっき鈴木さんがおっしゃったように、その会議オンラインで会議をしているときですね、私はなんかふとリアルに感じることがあったんですね。ですのでここで4つに分けてますけども、バーチャル、オンライン、それからリアルのフェイストゥフェイス、その間のなんかオンラインリアルというような空間、あるいは時間というものがあるんじゃないかということを感じました。
それは先ほどの陳李さんのリアルからの延長、あるいはそのオンラインからの延長というふうにの言葉と全く一致するような感覚です。で、そういう空間が時間と空間を超えたところで存在していく、現節空間ということになると思うんですけども、それをこの新型コロナウイルスというのが後押ししているんじゃないか。でそのタイミングを合わせるように Zoom だったり、あるいはその Google のハングアウトであったり、あるいはマイクロソフトもなんか開発してますけども、映像交流のその技術開発が行われていて、それをコロナが一気に加速させたと思うんですね。インターネットが普及したのは90年代半ばですけども、インターネットが普及する前と後で国際交流は大きく転換したと思います。それと同じようなことが今起こりつつあるんじゃないか、そんなふうなことを感じています。そうなってくるとですね、多少大げさなんですけども、国境とか国際ということの考え方も結構変わってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。でインターネットとか例えばスカイプ会議とかっていうのは従来はサブの位置づけだったと思うんですけど、だからオンラインっていうのはどうやら主役にもなれるんじゃないか。そうした中で国境っていうのはもう基本的にないわけですよね。でさっきの WCCF の会議でも中国参加していて、生徒や、今トピックスになっている香港なんかも無事参加できているわけですね。だからそういうなんていうの、国際の考え方が変わってくると思うし、もう一つ言うとオンラインでいろんなことがつながればつながるほどリアルな意味での国際交流、フェイストゥフェイス、体を時間と空間を超えて身体を移動させて行う国際交流の意義は何なのか、そうじゃなきゃできないものは何なのかっていうのは厳しく問われるようになってくるんじゃないかなというようなことを感じています。そして国際交流基金さんの国際交流っていうのは文化芸術交流、日本語教育、それから日本研究、知的交流と3本柱なわけですけども、日本語教育に関して言えばもうすでにウェブ版のエインが挑戦とかってやってらっしゃるし、それから日本語パートナーズ、これは受け手側の問題もあると思うんですけど、今大学の授業なんかみんなオンラインに変わってますので、これもオンラインで相当できそうな気がします。それから知的交流のあたりもですね、国際会議がオンラインでできればかなりのことが実現できるだろうと、そうなった時にやっぱり芸術や文化の領域はどうなのかっていうことはちょっと違うんじゃないかなという気がしてるんですね。劇場や美術館っていうのはもともとが3密というのが前提になってましたので、それが制限された時に、分かりやすく言うと満席にならない、あるいは満席にしてはいけない劇場でどんな作品が生まれるのか、そんな中でですね、ぜひ私が期待しているのは、アーティストならではのアプローチ、あるいはオンラインリアルじゃなきゃできないような表現形態、コロナ時代の価値観を転換するようなですね、そういう作品をぜひぜひ宮城さんにも作ってほしいと思うんですけど、でベルリナーアンサンブルのホームページ行くとですね、実は彼らもそれに挑戦してるんですね。空っぽの劇場からの声と題した映像作品を公開しています。その映像はちゃんと劇場に入り口から入っていって、ホワイエを通って、ホワイエでは人のなんかざわめきが聞こえるんですね。で劇場のドアを入ると映像作品が始まります。それは映像なんだけども明らかに演劇作品なんですよ。映像で見る演劇作品、逆に映像じゃなきゃできない演劇作品。例えばテーマは芸術と死と生の間、あるいはズバリ演劇と伝染病、あるいは人間は学ぶことができるのか、本当に示唆に富んだ内容で、ドイツ語なので僕ちょっとよく分かんないんですけども、なんかここで新しい芸術表現が始まってるなと思いました。だからそういうことも含めて、コロナの時代を経てですね、オンラインのリアルも含めた国際交流のあり方どうあるべきか、これからますます議論されるべきじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。宮城さんはきっとそういう世界を見せてくださるんだろうなというふうに今から楽しみということにしておきましょう。今お話を伺ってやっぱり現実空間というのは閉じるどころかやはりより開かれてきたというふうに捉えることもできるんじゃないかと思います。でこのオンラインリアルとか反デジタルバーチャル環境という、その環境の中で、ちょっと今度は視点を少し変えまして、何が起きているかということなんですけども、特にその人々のさまざまな差異とか、コミュニケーション、例えばいわゆる障害といったものをめぐる社会包摂、インクルージョンの世界で
今何が起きつつあるのかということをですね、湯浅さんに伺いたいと思います。湯浅さんはロンドンオリンピック・パラリンピックの時に成功を収めて、その後の障害や社会的格差といったものを包摂したアートムーブメント、今絵が出ておりますけれども、盛り上がりに大きな影響力を持ったアンリミテッドの理念をプロモートされているというお立場から、新しい動きについてお話を伺えるというふうに伺っています。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほど宮城さんのお話の最後の方でもアクセスについての言及がされていて、非常に重要な視点だと思います。ちょっとそこの点について数分お話をしたいんですけれども、先ほど今鈴木さんからご紹介いただいたように、ロンドン五輪の際にアンリミテッドというプログラムがあって、障害のある人たちの芸術参加というものが促進をされていっています。そのようなことからも分かるように、文化芸術の分野だけではなくて英国全体で多様性とか包摂性というのが非常に大事な価値観、概念の一つになります。ブリティッシュカウンシルにおきましても、イコーリティ、ダイバーシティ、インクルージョン、多様性、包摂性、平等性というのが非常に活動の根本的なものを支える基本的な概念となっています。で今ずっとここまでのお話、オンラインによって非常に国を越え、そして新しい表現が生まれというさまざまな可能性についてお話がよくされてきましたけれども、オンラインだからこそ排除されてしまう人というものがどうしても今出てきている。その中でいかにインクルーシブでアクセシブルであるかということが非常に大きな課題だというふうに、私たちも組織としても非常に考えています。で今よくデジタルデバイドとかデジタル格差という言葉もよく使われていまして、障害だけではなくて、先ほど孤立状態にある方というお話を、宮城さんもされましたが、経済的な状況、あと年齢、性別、例えば都市と地方、先進国と途上国、あとは教育の違いなどさまざまなことにおいてデジタルでの接触で格差が発生しています。ちょっと統計を見てみたんですけれども、全世界のインターネットユーザーは人口の 57% しかいないそうで、では私たちブリティッシュカウンシル国際文化交流機関があらゆる人に隔てなくアクセスをしようとしたときに、このオンラインだけではやはり限度が、限りがあるんだと思います。特に東南アジアの同僚と話をしていますと、例えばタイの山岳地帯とか、フィリピン、ミャンマーにおいても Wi-Fi 環境はそもそもインターネットにアクセスがないんですよっていうところも非常にあるわけで、そういった中でオンラインに振り切ってしまうということはやはりなかなか難しい。その中でいかにデジタル格差、例えば女性でオンラインのリテラシーが難しいというような国によってはそういう状況もありますけれども、いかにインクルーシブであるかということが課題があると思います。一見日本は世界的に見てもインターネットの普及率が高くて、世界で唯一子どものパソコン高いんですけれども、世界で唯一子どものパソコン利用率が低下していると言われてまして、自宅にパソコンがあって自分でもそれを使うということが 35% らしいんですね。でアメリカが 73% でイギリスが 78%、著しくデジタルネイティブの子たちにとっても接触が非常に、低いというような、格差があります。日本においてはインターネットというのは非常に都市型のメディアであるということだと思います。そこの中で高齢者、障害のある方、あらゆる方がアクセスできるためにはどういったものが必要なのかということが考える必要があるですと思います。で障害のある人についても移動の制限がある人にとってはこういったオンラインのズーム会議とかオンラインのフォーラムというのは新しい参加の機会がより身近になったということが言えるかもしれませんけれども、視覚や聴覚の障害がある方にとっては今リアルでイベントを実施するときに考えていた配慮だけでは足りないもの、またはオンラインだからこそ使えるテクノロジーというものがあるんだと思います。そうした中で今私たちのチームでもいかにオンラインでアクセシブルにしていくのか、こういったYouTube で映像を出していくときにもですね、あらゆる人が見える、特に私たちの場合、最低限日本語英語の字幕はつけますけれども、聴覚障害のある方のためにクローズドキャプションを入れるとか、または読み上げソフトを使う方のためにそのウェブページの情報の提供の仕方を変えるとか、そういったことについて全く知見がそれほど今ありませんので、当事者の方々とのお話をしながらニーズに合わせた対応をしていったらいいなというふうな形で、何かオンラインイベントアクセスガイドブックみたいなものを作っていけないかなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。今お話を伺っているとやっぱりアンリミテッド自体がパラダイムを変えるっていう元々の理念がある中で、このコロナの時代でそのバーチャルな環境でやはりそこもまた
パラダイム変換といいますね、そういうことがあるのかな。例えばその大学間の丸赤字さんなんかはもう引きこもり宣言とこうあえてしてね、ずっと引きこもってるんだっていうような、形なので、引きこもりっていうことも、ある意味、コロナの時代はパラダイム変換の一つじゃないのかなと思います。で、いろいろ本当は議論をしていきたいんですが、時間があまり今回ないので、ここでですね、もう一度、宮城さんに、アーティストでありマネージャーでもある、実際の現場で文化交流というか、国際文化接触のまさに最前線で格闘されているというお立場として、今のこのウィズコロナの時代の文化交流の可能性というのは一体どういうことなんだろうかということで、ちょっとコメントをいただきたいというふうに思います。はい、こういう状況だとみんな歴史上初めてだとか、例えばインターネットのことは過去を振り返ってもわからないとかどうしても考えちゃうんですけれども、でも僕、演劇をやってるからかもしれないけれども、人間が直面する困難局面というのは大抵の場合ですね、過去にも似たような困難、あるいは似たような、新しさというんでしょうか、はあったはずじゃないかって考えるんですね。ちょっとさっき吉本さんの、宿題みたいなことをなされてたんですけど、その時僕がまず思ったのは、でも古代のギリシャ悲劇なら今はコロナ時代でも全然できちゃうじゃんってことだったんですね。古代のギリシャ悲劇は舞台上に役者が3人ぐらいしか出ませんし、お面かぶってますしね、しかも客の方しか向いてないから、役者同士向き合ってないんですよね。でもちろん触らず、だから接触感染も飛沫感染もしません。で、客席はオープンエアだしね。歌舞伎なんかも役者として触んないですよ、あれ。つまりね、今ほど衛生状態が良くなかったわけですよ、昔はね。だから役者と役者が触るなんてことはしなかったですよ。でそういうふうに考えてみるとですね、意外に過去を振り返っても参考になる事例はあるんじゃないか。そうだな、例えばこれからおそらくしばらくの間は大型の引っ越し公演とかですね、芸術交流確かに大変になりますよね。飛行機代がどれぐらい値上がりしちゃうのかなっていうのは僕も心配です。で企画をする人の方がまずね、ちょっと外国から何かアーティストを呼ぶのは面倒くさいなとか考えるようになっちゃいますよね。でもついこの間まで、例えば何百人というね人が、移動してくる引っ越し公演みたいなのを平気でできていたから、いや困難な局面だと思うけど、僕らね50年代から60年代の国際芸術交流のことを思い出してみるとですね、例えばヘルベルト・フォン・カラヤンだって最初にベルリンフィルと一緒に来たんじゃないんですよね。カラヤンはたった一人でやってきて NHK 交響楽団を売ってたんですよね、最初。でこのね、たった一人だけど肉体がやってきたっていうことに重要性があった。だから肉体っていうのは膨大な情報を持ってるんですね。で例えば Zoom でも会議ができるのは、 Zoom ですごく会議がうまくいくのはなぜかといえば、それは参加者がみんな目的を共有してるからなんですよね。目標というか、こういうことが分かりたいっていうことを共有している。こういうことが分かりたいっていうのがあらかじめ分かっている人同士ならデジタルでもうまく対話ができる。でも肉体っていうのはですね、肉体から出ている情報の大半は自分では自覚できてないんです。受け止める側も肉体と向き合っている時に、例えば NHK 交響楽団の団員が初めてカラヤンと向き合った時にですよ、自分がカラヤンから何を今受け止めているか9割以上自覚していないと思いますね。わからない。膨大な情報を受け止めているんだけれども、そのほとんどは自覚できない。で自覚できないんだけれども、でもなんか面白いなと思って覗き込んじゃうんです。なんか違うぞこの人。で僕はこれは最終的には言語の違いによるんだと僕は思ってますが、ともあれ肉体というのは謎なんです。いつまで経ってもなぜこの人の体が面白いのか、そう簡単には理解できないんです。謎だからこそ覗き込んでしまう。で僕はこの自分の体とはなんかちょっと違うそこの謎があるなと思って覗き込んでしまうことを
本来の意味でのリスペクトって言葉の意味だと思ってるんですね。相手を覗き込んで、何かここに謎があるぞと思って覗き込んでしまうのがリスペクトっていう言葉の本当の意味だと僕は思っています。つまり相手に興味を持つことが必ず、いやこの人は殺してはいけないんだ、この人は悪魔ではないんだっていうことにつながっていく。僕はそんなことを思っています。ありがとうございます。今のお話を伺ってますとね、やっぱり冒頭で申し上げたように、リアルの人の接触が禁じ手になって、孤立分断の時代に入ったと、一見見えるんですけど、当然実は私たちは常に自分と異なるものとか、異文化との出会いを求めていて、それが生きる上でエッセンシャルというか、新しい自分を発見する非常に重要なものだということがよく分かりますし、他方でリアルな交流が断たれた今だからこそ見えてくる国際交流の原点というかね、人と人との結びつき、接触といったものが生み出す価値というものをおそらく再発見する今がチャンスなのではないかなというふうに思います。今日はですね、お時間の関係で本当にいろんな課題を出して終わるということでなかなか議論できない申し訳なかったんですが、ここで最後にお二人に一言ずつ伺って終えたいと思います。吉本さんいかがでしょうか。はい、まず最初に今日こういう機会を設定いただいたことをですね、大変感謝したいと思います。もうほとんどオンライン在宅勤務していてですね、いろいろ考えるんですけど、さっき宮城さんが身体肉体の重要性をおっしゃってましたけど、やっぱりこういう場で空間で岩瀬さんや鈴木さんいて、もう交流基本の方も大勢いらっしゃる中でいるっていうのは、やっぱり自宅で考えると全然違うなと思いました。でやっぱりそれで今日のこの会に参加することで僕自身もいろんな刺激を受けましたし、考えさせられましたので、ぜひぜひこれを続けていただきたいなというふうに思います。で私の発言の中でオンラインに相当可能性があるというふうに申し上げましたけど、逆に孤立している人がいるということ、あるいは最後宮城さんのおっしゃったもう肉体の重要性、肉体から出る情報量はオンラインよりも圧倒的なんだということもとっても重要だと思いました。そういうことも含めてまた国際交流の在り方など考えていければというふうに思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。岩佐さん。はい、私も今回こういった会をですね、このタイミングで催してくださった国際交流基金のアジアセンターの皆様にお礼を申し上げたいと思います。私も吉本さんと同様でですね、もう3月からずっと自宅待機で、本当に最初宮城さんもおっしゃいましたように、気の合う人としか接触をしないということに非常に危機感を持っているんですね。でその交流をしていくとか関係を作っていくという時にやはり多様な価値観をぶつけ合うとか交換していく、そして学び合うということがすごく大事なんだと思うんですけれども、今日は本当に個人的に非常にずっと楽しみでですね、直接お会いできると宮城さんとオンラインでもお話を聞けると非常に楽しみだったんですが、ぜひこういった機会をですね国を越えて領域を越えて、一緒にですね基金さんともご一緒により多く作っていけるといいなというふうに思います。今日はありがとうございます。はい、宮城さんはもう先ほどコメントいただいたので、でも最後に一言どうですか。僕一人バーチャルでねもっとお話しされたいことはいっぱいあるんだけど、なかなか時間が短い中で、でもオンラインだからご参加いただけたというふうに私は思ってます。逆にそうも言えますね。はい、その通りですね。はい、ありがとうございました。今回はもうまとめることは先ほどちょっと少しまとめましたのですいません。でもう一つだけ最後に申し上げたいんですが、今考えることですね。今です。今考える、もしくは今行動することが多分すごく重要なんじゃないかなというふうに僕は個人的に思います。短い時間ではございましたが、国際交流基金では、今日のディスカッションで提起されたいろんなアイデアを含め、今後もウィズコロナの時代における文化交流といったものを皆様と一緒に考えてまいりたいと思います。でこのオンラインアジア寺子屋はですね、今後もさまざまなテーマで実施いたします。第2回はガラッと趣向を変えまして、なんとJ リーグの関係者によるサッカーを通した国際交流というのを実施いたします。実施日などに関しましてはアジアセンターのウェブサイトをチェックしていただいて、どうぞご期待いただければというふうに思います。それでは、短い時間ではございましたが、どうもスピーカーの皆様、ご覧いただきました皆様、どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。